今回は、チェンソーマンに登場する最強キャラクター、闇の悪魔について徹底解説していきます。この動画の内容は、第1部の最終話までのネタバレを含みますので、未読の方はご注意ください。闇の悪魔は、人類の根源的な恐怖である、闇の名を司る、作中でも最強クラスの悪魔です。闇の悪魔は登場シーンが非常に特徴的で、圧倒的強さと相まって、読者から高い人気を集めています。突然出てきた上半身と下半身がさよならしている11人の宇宙飛行士は、宇宙という広大な闇の世界に挑む勇敢なエリートたちでも、闇に抗えず、ただ祈るしかないという、闇の悪魔の無慈悲なまでの強さと、計り知れなさを表現しています。唐突にカットインするカエルも、不気味さを増していますね。田舎では、夏の夜に外出するとカエルの鳴き声が響いていますが、闇そのものをカエルで表現しているのでしょう。ともかく、このカエルの鳴き声を口火にして、絶望という言葉が最も似合う、闇の悪魔との一方的な戦いが始まります。闇の悪魔の見た目ですが、餓死寸前の人間の頭部が4つ、人間の体が2つ、人間の腕が少なくとも10本程度、頭部にはヤギを思わせる頭蓋骨が乗っていて、いかにも強者であることを象徴するような黒いマントを身につけています。関節の可動範囲も人間とは全く異なり、今まで出てきた悪魔の中でも抜きん出て異様な姿をしてます。そんな闇の悪魔ですが、チート級とも捉えられる数多くの能力を持っています。これは、闇が人間が根っこの部分で恐怖を抱いている存在であり、その恐怖の強さから来るものでしょう。ここからは、そんなチート級の能力を順番に見ていきましょう。1、回復能力。まずは、回復能力です。これは、闇の悪魔が使った描写はないのですが、闇の悪魔の肉片を手に入れたサンタクロースが、この能力を使用していたため、闇の悪魔もこの能力を有していると考察されます。2、見えない斬撃。二つ目は、見えない斬撃です。これは実際に見えないわけではなく、早すぎて描写されていないとも考えられますが、闇の悪魔はこの力を頻繁に使っており、地獄に落とされた面々はバラバラにされてしまいました。余談ですが、登場時に切り落とした腕で、マキマという文字を作っているのは有名です。3、出血させる能力。三つ目は、対象を出血させる能力です。闇の悪魔は、アキト天使の悪魔に対してこの能力を使い、いともたやすく倒していました。この際、なぜかアキに興味を惹かれ、手を伸ばしていましたが、これはアキの目の中にいる未来の悪魔の存在に気づいたからと考えられます。ちなみに未来の悪魔は、その名の通り、未来を見る能力を持っており、闇の悪魔との戦いで自分は死なないことを理解していました。なお、マキマもヤクザや闇の悪魔に対して、同じような能力を使っている描写があります。そのためこの力は、上位の悪魔であれば、誰でも使える能力なのかもしれません。4、折る能力。4つ目は、マキマとデンジに対して使用した、折る能力です。これは念力のような力で、祈る動作をするだけで、マキマの体が折れ曲がっていました。この攻撃だけでも、普通の悪魔や魔人なら、致命傷になりそうな強力な能力ですが、マキマに対しては有効だとはなりませんでした。5、反射する能力。5つ目は、能力を反射する力です。作中で、石の悪魔の能力を反射し、石の悪魔を石化させた上で、契約者の草壁すらも石化させるという描写がありました。残念ながら草壁は瞬殺されてしまいましたが、腕を切られた際に真っ先に血で陣を書き、攻撃の姿勢をとった。その冷静さと精神力は目を見張るものがあります。6、バリア。6つ目は、バリアの能力です。電磁のチェーンソーによる攻撃をガードした際、闇の悪魔の周囲を覆う、見えない壁のようなものに当たっている描写があり、何らかの防壁能力を持っていることがわかります。また、周りにいる亡霊のような存在が妨害しているようにも見えますが、詳細は不明です。7、穴だらけにする呪文。7つ目は、謎の呪文を唱えることで発動する、殺傷威力の高い攻撃能力です。マキマがパワーに対して使った能力とも似ていますが、穴の数を比較すると、威力はそれよりも高そうです。この攻撃を受けた暴力の魔人の姿を見ると、弾丸のようなものを発射されているというよりは、えぐられて亡くなっているような描写です。それにしても、こんな状態でさらなる攻撃を試みた暴力の魔人は、かなりタフで強力です。8、鈴のついた刀剣。
最後は、鈴のついた刀剣を使う能力です。この力は、暴力の魔人とマキマに対してのみ使っていることから、闇の悪魔の本気の能力と考察できます。刀剣を対象に刺し、塚についた鈴が音を立てると、刺さった対象に大ダメージを与えます。能力の魔人には致命傷を与え、マキマに対してもこの攻撃を試みましたが、寸出のところでマキマが地獄の悪魔と契約したことで、鈴が鳴る前に脱出され、不発となりました。もしこの攻撃が当たっていたら、マキマでも大きなダメージを受けていたでしょう。そもそもマキマが通りかの死体を使って地獄の悪魔と契約しなければ、4課のメンバーは地獄で全滅していたでしょう。次に闇の悪魔の強さについて見ていきましょう。そもそもの解説となりますが、悪魔は人間が存在や概念に恐怖を抱くことで生まれる存在で、対象への恐怖が強ければ強いほど強力な悪魔となります。つまり闇の悪魔は人間の根源的恐怖の名前を持つため、圧倒的な強さを誇るわけです。そんな闇の悪魔の強さですが、チェンソーマン第1部に登場した悪魔の中で最も強いことは間違いありません。人類全員で殴り合ったら世界一と言われるクアンシや、魔人の中では特に強力な暴力の魔人すらも、全く歯が立ちませんでした。ピンツイが、敵意を向けられた瞬間に死ぬと話していることから、闇の悪魔は地獄に送られてきた人々にそこまで敵意はなかったようです。敵対する支配の悪魔を地獄におびき寄せるために、関係する人物を適当にあしらっていたのでしょう。しかしながらマスクを外した暴力の魔人に対しては、マキマにも使った剣での特殊攻撃を見せていたことから、彼の危険度が高かったことが考察できます。このように絶対的とも言えるほど力の差がありましたが、悪魔が地獄で死んだ場合は、人間界に輪廻転生するという設定があるため、もしも勝てる手段があったとしても、闇の悪魔が人間界に転生してしまうため、絶対に殺してはいけない戦いを強いられることになります。このように考え抜かれた作戦を実行したサンタクロースの賢さには、感心してしまいます。ちなみに作中で闇の悪魔と契約したのはサンタクロースただ一人です。彼女は悪魔と契約することが可能な、精巧な人形となった老人を使って、電磁と通りかを地獄に落とし、契約の対価である電磁が持つ、チェンソーの心臓を、闇の悪魔の元に届けさせました。闇の悪魔は人間界には登場しないため、代償を支払うには直接地獄に赴く必要があるのでしょう。こういった点を考えると、人形に契約の代償を肩代わりさせることが可能なサンタクロースのみが、闇の悪魔と契約可能な人物だったと考えられます。こうしてサンタクロースは契約によって闇の悪魔の肉片を手に入れ、人形と融合し、異様の姿になりました。闇の悪魔の肉片を取り込むと、サンタクロースは暗闇の中で回復する肉体を手に入れただけでなく、人形の悪魔の能力の底上げに成功しました。具体的には人形にできる対象の幅が、人間だけから魔人まで広がったり、痛覚を分散させる能力を得たり、世界中の人形を自分の残機にすることが可能になるなどです。特に最後の能力はマキマに通じるものがあり、実質的に不死となる能力です。いくら倒しても人形がいる限り復活できてしまうため、非常に強力ですね。しかしながら、電磁のイカれた光の力と、コスモのハロウィン法によって、ハロウィンのことしか考えられなくなり、復活が不可能となったことで敗退しました。ここで、闇の悪魔以外の根源的恐怖の悪魔について少し考えてみましょう。地獄に落ちた際にピンツイが、根源的恐怖の名前を持つ悪魔たちが私たちを見ています。と話していることから、地獄には闇の悪魔と同レベルの強さを持つ悪魔が複数いるものと考えられます。ちなみに根源的恐怖の名を持つ悪魔は、超越者と呼ばれており、地獄で一度も死んだことない悪魔を指します。そのため、とても強力な支配の悪魔は、人間界に転生している、イコール地獄で死んでいることになるため、根源的恐怖の名を持つ超越者ではなさそうです。今まで出てきてない悪魔で、遠い昔から恐怖されているものの例としては、疫病、飢餓、死、戦争、無、の悪魔がそれぞれ存在していそうですが、詳細は不明です。またチェンソーマンの世界では、日常的に悪魔の被害が発生しているため、
悪魔の悪魔が存在していた場合、根源的な恐怖の対象になりそうです。ぜひコメント欄で皆さんの予想する根源的悪魔の予想を教えてください。以上、闇の悪魔についての解説でした。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、チェンソーマンについて考察や解説をしています。チェンソーマン好きの方のチャンネル登録をお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。